皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？仕事でまた同じミスをしちゃった。夫や妻や友達関係で前こんなこと言っちゃって失敗したから、もう同じことはするまいと思ってたのに、またやっちゃった。皆さんはこんな経験ないでしょうか？でもどうして気をつけているのに同じ失敗を繰り返してしまうんでしょう。それはもしかしたらやり方が違うのかもしれません。今日は同じ失敗を繰り返さないための3つのポイントをお話ししたいと思います。同じ失敗を繰り返さないポイント。1つ目は過去を責めないです。一般的に同じ失敗を繰り返さないためにはきちんと反省した方がいいと思われてますよね。でも反省するときってなんであんなことを言っちゃったんだろうとか、なぜちゃんと確認しなかったんだろうと自分や相手の失敗を責めることが多いようです。でもきちんと失敗を心に焼き付けた方が繰り返すことがないんじゃないかと思いますよね。ところがそれは逆なんです。失敗について厳しく責めたり、またくよくよと思い悩んだりすると、自分はこういう失敗をするタイプだというセルフイメージが脳に強烈に焼き付けられてしまって、同じ失敗をする失敗回路が増強されてしまうんです。その結果、同じような場面でとっさに同じ反応をするので失敗を繰り返してしまうというわけなんです。だから失敗を繰り返さないためには責めないということが大事なんです。同じ失敗を繰り返さないポイント2つ目は未来を心配しすぎないです。人間関係でも仕事でも大きな失敗をした後ほど、また同じことやっちゃったらどうしようって心配になりますよね。そしてちょっと心配するぐらいの用心深さがある方が同じことを繰り返しづらいような気もします。でももし皆さんが子供で親からいつもこんな風に言われているとしたらどうでしょう。あなたはあの時もこの時もその時もこんな失敗したよね。また今回も失敗するに違いないからよくよく気をつけなさい。ちょっとオーバーかもしれないですけど、子供を心配して親が言ってしまいがちなフレーズです。でもこんな風にたびたび言われたら、いざ本番という時にきっとまた自分は失敗するという失敗回路が働いてしまうんです。失敗回路を使って行動したら同じ失敗をするのは当然ですよね。こんな風に良かれと思って言う言葉が失敗回路を強化してしまうということはよくあることです。だからまた同じことやるかもと心配になった時は、今回は大丈夫、うまくできるとプラスの声をかけて自分や相手の心を安心させてあげた方が効果があるんです。同じ失敗を繰り返さないポイント3つ目は今の言い訳をしないです。1つ目の過去を責めないこと、そして2つ目の未来を心配しないことは失敗回路を断ち切るための方法でした。それに対してこの3つ目のポイント、言い訳しないはうまくいくための成功回路を作るものなんです。失敗をしてしまった時に、あの時は運が悪かったからと言い訳したり、あの人さえちゃんとしてたらよかったのにと人のせいにしちゃうことってよくあるかもしれません。でもこれではうまくいくための成功回路を作る機会を逃してしまっているんです。言い訳をするとき、私たちの脳は
この失敗は自分には関係がないと認識し、今回の失敗からは何にも学ばなくていいという結果を導き出します。これではせっかく痛い思いをした失敗の体験がもったいないですよね。だから言い訳の代わりに客観的にどうしたらよかったのかなと分析をして次に生かすということがうまくいくための成功回路を作るのに必要なことなんです。でもどうして私たちは言い訳をしてしまうんでしょうか。それは失敗イコールダメな自分という捉え方をしているからなんです。失敗という行動と自分の存在価値がくっついてしまっているところが問題なんです。実際にはどんな失敗をしたとしてもあなたの存在がダメになったりすることはありません。だから失敗したときは深刻になりすぎずに、こういう失敗は誰にでもあると自分が安心できる言葉をかけてあげてください。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では